どうもきみまろです。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。この3月4月あたりから新生活を始めたりされる方もね結構多いんじゃないかなと思いまして、今日は最速で QOL を上げるために新生活で買うべきものというのを紹介してみようかと思います。初めて一人暮らしをされる方であったり、引っ越されたりして生活環境が変わる方はもちろん、特に新しい生活に変わるわけではないけども今のライフスタイルを少しねアップデートしたい方など、いろんな方に参考にしていただけるようなものをねまとめて紹介していきますので、ぜひ最後までご覧いただけたらと思います。そんなわけで新生活に買うべきものをある程度ね厳選して紹介してみようと思いますが、生活必需品といいますか、どんな生活でもこれはね必要でしょうというものまで紹介してしまうとあまりにもね数が多くなってしまいますので、今回はなくても暮らせそうではあるけども、これがあると圧倒的に毎日の生活が快適になってはかどるよというものを紹介していきたいと思います。毎日繰り返される作業を効率的にしてくれるものであったり、広くない部屋でも快適に過ごせるようにするものであったり、無駄にお金をかけないコスパ高いアイテムなんかを紹介します。そういった新生活で買うべきもの、早速ね紹介していきましょう。まず一つ目はこちらです。チラシお断りステッカーです。集合住宅のポストとかだと毎日ありえないぐらいのチラシが投函されたりします。毎日ね不要なチラシを取り出して捨てる手間もありますし、チラシに埋もれて大事な郵便物を見落としてしまったりするリスクがあるので、このチラシっていうのは本当にね煩わしい、いらないものなんですよね。でうちもね以前はそんな感じだったんですけど、このチラシお断りステッカー、これを貼ることによってチラシの投函がほとんどなくなりました。めちゃめちゃ効果あります。これ毎日投函される不要なチラシを捨てる手間を省くためにもねこれはおすすめです。300円ぐらいで購入できますし、これをポストに貼るだけで効果めちゃめちゃありますので、これをね持っとくといいんじゃないかなと思います。はい、まずねこちらのチラシお断りステッカーですね。今回こういった小物から大型のね家電とかまでいろいろ紹介していきますので、最後までねご覧ください。一つ目はねこのチラシお断りステッカーでした。続いてこちらも持っておくと便利です。緑の段ボールカッターです。新生活を始める時とかは特にね段ボールが届く機会が多いと思います。そんな段ボールをサクサクと開封していく時に、このね段ボールカッターがあるとねかなり楽に開封することができます。この緑の段ボールカッターはこのチャンネルでも何度も紹介していますが、開くとね小さなセラミックの刃がついていて、これでね段ボールを簡単に開封することができます。一つ持っておくとかなりね楽になりますのでおすすめです。こういったね緑の段ボールカッターなんかも最初のうちからね持っておくと生活快適になると思います。あと今日紹介するアイテムは全てね概要欄にリンクも貼っておきますので、気になる方はぜひチェックしてみてください。今日結構紹介するものありますのでどんどんいきます。続いては溜まった段ボールをくくるときに役立つハンディラップです。これもね持っておくと便利です。僕が使ってるのはキラックスのハンディストレッチフィルムというのを使っています。これね段ボールとか雑誌とかをくくるときに使うフィルムなんですけども、僕ね以前は段ボールが溜まってきたらビニール紐でねくくっていたんですよね。そういった方も多いんじゃないかなと思うんですけど、ビニール紐だとしっかりねくくったつもりでも結構ね緩くて、こう持ち上げた時にね雑誌とかそうなんですけどポロポロっとねほどけてしまったりとか、なかなかねしっかり段ボールとか本とかをねくくることが難しかったりします。でもこのフィルムでくくるとめっちゃ簡単に段ボールとか雑誌をくくることができます。こういったねラップを巻くタイプのストレッチフィルムって Amazon とかでもね何種類か見つかるんですけども、買うならね絶対にこのストッパーがついたタイプを選んでください。このストッパーがあることでロールを固定することができるので、フィルムをちゃんとピーンと貼ってしっかり巻くことができます。このねストッパーがあるかないかでだいぶね効率が変わってきますので、ストッパーめちゃめちゃ大事です。このねキラックスのハンディストレッチフィルムもこうストッパーがついたタイプなので、こちらねおすすめです。このねハンディストレッチフィルム、これもねあることで生活がねかなり快適になると思います。はい、続いてキッチン周り行ってみましょう。キッチン周りだとやっぱり新生活で必要になるなと思うのは電子ケトルですね。お湯を沸かしてそのまま飲んだり、コーヒーとかお味噌汁、カップラーメンとかね熱湯を使うシーンって結構あるので、電子ケトルは一つ持っておくといいと思います。電子ケトルもいろんなタイプが出ていますが、温度調節ができる電子ケトルがおすすめです。中でもこのチャンネルでも何度も紹介している、激推ししているヤマゼンの EGL-C1280、こちらは1度単位で温度
度調節ができますし、沸騰時間も比較的早いですし、大容量でお湯が沸かせるのでかなり使い勝手がいいです。僕はねこれ毎日何回も使ってます。このチャンネルで以前紹介したのが EGL-C1280 というものなんですけど、これがすごいねいい製品だったんですけど、唯一蓋がね外しにくいっていうね欠点があって、レビュー動画の中でこの蓋が取り外しにくいですってことを言っていたら、その動画をね山善さんが見ていただいたらしくて、この蓋部分を改善してくれた EGL-C1281 というのが出ました。僕今ねその1281の方を使ってるんですけど、ほんとね蓋がめっちゃ外しやすくなりました。蓋を外す時のお湯のしぶきが飛んだりするね危険とかもなくなりましたので、今購入するんだったらもうこれが多分ね現行機種になってると思うんですけど、電子ケトルは EGL-C1281 これおすすめです。温度調整ができる電子ケトル、これあるとねかなり生活快適になりますので、ぜひね新生活に取り入れてみてください。続いてもキッチン用品ですが、もし自炊をするのならやっぱりこれ必要ですよね。包丁です。個人的におすすめなのが貝印の関孫六の小三徳包丁です。小さい三徳包丁ですね。コスパも高くてめっちゃよく切れます。包丁はね100均とかでも買えたりはしますけど、やっぱりね100均とか安い包丁だと切れ味があんまり良くないので、料理効率が悪いですし、手が滑ったりして手を怪我する恐れとかもありますので、買うんだったら数千円出してでも切れ味のいい包丁を買った方がいいと思います。安全で料理効率が圧倒的に高まります。この関孫六の三徳包丁は刃渡りは 145mm で結構ね使いやすいサイズです。で切れ味ほんといいです。これぐらいのね包丁を1本持っておくと料理がはかどります。あと包丁と合わせて使うといったらまな板ですよね。これも必要になってきます。で僕がおすすめするのはアッシュタグのカッティングマットの S サイズです。アッシュタグのカッティングマットというのは折りたためるまな板なんですね。まな板もね100均でもちろん買えますが、もし予算に余裕があるのであれば利便性を考えてこういった折りたため式のまな板を選んでもいいと思います。こちら1月の買ってよかったものでも紹介しましたが、折りたため式だとキッチンのスペースとか、あと切る食材によってまな板のサイズを変えられるし、あと切った食材をそのままねまな板をちょっと半分ぐらい折ってこう鍋とかにスーッとね入れることもできますし、あと開いた面で野菜とかを切って、で折りたたんで綺麗な面でお肉を切ったりとかね、その都度まな板を洗わなくても綺麗な面で食材を切ることができます。あと折りたたみができるので、全て切り終わった後に洗って乾かす時も立てて乾かすことができます。自立できるのでね、このあたりの使い勝手もいいですね。これねほんと料理はかどると思いますので、まな板選びもちょっとね考えてみてはいかがでしょうか。アッシュタグのカッティングマット、こちらおすすめです。はい、ここまで包丁とまな板を紹介しましたが、料理をするときに包丁もまな板も使わずに料理するっていうやり方もあります。でその場合はキッチンバサミを購入しましょう。食材を小さく一口大とかに切るだけであれば、このキッチンバサミもねかなり使いやすいと思います。特に僕がおすすめするのはベルダンのキッチンバサミですね。下村工業ベルダンキッチンバサミ、結構有名なキッチンバサミなんですけど、これもね非常に切れ味が良くて丈夫な刃なので、大きめのね硬い野菜とかも切れますし、あとねこれ分解してこう2つにねパーツに分けて洗うことができるので、お手入れもね非常にやりやすいです。これならねまな板もいらないので、キッチンバサミだけ買うっていうのもねありっちゃありだと思います。僕も料理によってはこのキッチンバサミだけを使ったりします。でねキッチンバサミで一口大に切って、ポリ袋なんかにそのまま食材を入れて、そこで味付けとかして、それでフライするとかね、そういった使い方をしたりもしますので、このキッチンバサミもね結構使い勝手いいと思います。料理効率を上げるっていう意味でもこのベルダンのキッチンバサミ、こちらもおすすめです。あと料理するといったら鍋とかフライパンですね。火を入れたり茹でたりするためにはやっぱり鍋だったりフライパンが必要になってくるんですけども、一つずつ購入すると結構ねなんだかんだ高くついたりしますし、取っ手とかがねついたままのものだったりすると結構ねこれ取っ手かさばるんですよね。新生活始めてすぐとかね、キッチンとかもそんな広くない場合が多いと思いますので、収納するってことも考えて結構小スペースで収納できるものっていうのがいいと思います。そうなってくるとやっぱり鍋とかフライパンは取っ手が取れる鍋セットを買った方がいいんじゃないかなと思います。僕はこちらティファールの9点セットというのを長年使っていますがね、これほんと便利です。もうずっとこれだけで料理できています。これだったら取っ手を付け替えられて、大きい鍋と小鍋とあと大小のフライパンなどね使い回すことができます。でしかもこれ全部重ねて収納できるので、収納スペースもあんまり取りませんし、この取っ手が取れるティファール有名ですけど、こちらねおすすめです。鍋セットはねこれがあればいいんじゃないかなと思います。
あとキッチンアイテムというかね、台所で使うものだとやっぱりね、台所いろんなゴミが出ると思うんですよね。なのでこのゴミ箱もいいものを選んだ方がいいと思います。これもね、選択肢はたくさんあるんですが、僕がおすすめするのはこちらです。山崎実業の横開きの分別ゴミホルダールーチェです。これゴミ袋を下から通して縁にね、はめるだけというね、すごい簡単な構造なんですけども、これフレームだけなのでゴミ袋の容量いっぱいにゴミを入れることができます。ゴミ袋を取り外す時も下からゴミ袋をね、ゴミごと引き出すだけなので、この辺りもね、すごい楽々です。結構ね、台所とかゴミはすぐに溜まるので、この辺りね、取り回しの楽さというのは結構大事なんじゃないかなと思います。さらにね、この横開きのものだと開けた時にね、上のスペースが結構低くて済みますので、縦開きだとね、縦の蓋の分ね、上まで開けられるスペースがないといけないんですけど、横開きだと横のね、幅の分だけ開けられるスペースがあればいいので、ゴミ箱の蓋からその上にあるね、例えば台とかがあった時に、そこまでのスペースっていうのも結構ね、小スペースで済むというのがありますので、この横開きの分別ゴミ袋ホルダーがいいと思います。ただ1個欠点としては、ゴミ袋の中身がね、丸出しになってしまうので、生ゴミとかね、ちょっと見た目が良くないものは入れない方がいいんじゃないかなと思います。なので僕はここはペットボトルであるとか、燃えるゴミとかね、生ゴミ以外の燃えるゴミとか、そういったものを入れるときに使っています。生ゴミとかを捨てるのであれば、ゴミ袋が外から見えないように隠れたね、ゴミ箱を選びましょう。山崎実業はこの他にもスタイリッシュで使いやすいゴミ箱がね、いろいろと用意されてますので、この辺りからね、ゴミ箱を選んでみてもいいんじゃないかなと思います。はい、キッチン周りはこんな感じですかね。続いてお風呂周り行ってみましょう。まずはシャンプーとかコンディショナー、ボディシャンプーの容器から紹介していきます。こちらも何度か紹介していますが、山崎実業のマグネットディスペンサー3本セットです。山崎実業のマグネットディスペンサーで、これがシャンプーとコンディショナー、ボディシャンプーの容器3本セットになってます。これはお風呂の壁がマグネット吸着できるタイプなのであればめちゃめちゃおすすめです。シャンプーなんかをこのスタイリッシュなボトルに入れて、そのままね、壁にペタッとくっつけることができるので、スタイリッシュなボトルなんで生活感も出ませんし、お風呂の床に直接置くわけではないので、底面がね、ぬめったりすることもなくなります。あと好きなところにつけられるので、シャンプーとかのね、取り出しがしやすいです。シャンプーとかコンディショナー、ボディシャンプーとかね、毎日使うものなので、こうした使い勝手がいい、かっこいい、スタイリッシュなボトルがね、あるといいと思います。なのでお風呂の壁がマグネット吸着できるタイプのものであれば、こちらのね、山崎実業マグネットディスペンサー3本セット、このね、3本セットで購入してしまうことをね、おすすめします。続いても同じく山崎実業のタワーシリーズなんですが、こちらも同じようにマグネットで風呂の壁につけられる風呂桶です。山崎実業のマグネット湯桶ですね。この桶なんかも結構ね、大きいものなので、お風呂の床に置くと結構スペースを取りますし、こちらもね、底面がぬめったりしがちですけども、壁に浮かせて吸着させることができるので、足元でね、邪魔にもならないし、底面がぬめることもないですし、あとね、これもスタイリッシュにね、収納することができます。あとね、やっぱり壁についているので、桶を手に取るときもね、非常に楽なんですよね。こう山崎実業のタワーシリーズはマグネット吸着の利点を生かした生活雑貨がいろいろあるので、この縦の空間を有効に使いたいときは山崎実業のタワーシリーズのマグネットシリーズ、これをね、チェックしてみるといいんじゃないかなと思います。あとはお風呂関連だとタオルですね。僕が激推ししているタオルがタオル研究所のボリュームリッチ003です。肌触り、ボリューム感、吸水力、速乾性、タオルに求めるもの全てが詰まったタオルです。僕ね、このタオル研究所のタオル数年前から使っていて、うちはバスタオルもフェイスタオルも全部このボリュームリッチ003を使ってるんですけど、ほんとね、質がいいです。しかもこれ結構質がいいのに安く購入できるので、僕はね、Amazon のセールなんかで毎回これを買ってますね。結構ね、セール常連商品だったりするので、その機会に買いだめしてしまうってことをしています。言ってもバスタオルなので消耗品ではあるので、長年使っていればね、少し毛羽立ってきたりはするんですけど、でもね、比較的他のタオルに比べると毛羽立ちだったり、あとね、毛が抜け落ちたりとか、そういうのもね、しにくい丈夫なタオルなので、それでいてね、このふわふわ質感っていうのをね、ずっと長いこと保つことができるので、タオル研究所のボリュームリッチ003のバスタオル、あとはフェイスタオルとかね、こちらおすすめです。これもね、最近たくさんの YouTuber さんが紹介していますがね、僕もね、ずっと前からこれ使ってますけど、めっちゃおすすめです。お風呂も毎日入るものなので、風呂上がりのね、体を拭くタオルっていう
いうのも快適なものにするとかなりね QOL 上がると思います。同じようにお風呂関連だと、あとバスマットですね。バスマットはニトリの珪藻土入りの柔らかバスマットというのがおすすめです。以前から珪藻土バスマットというのは人気ですが、これはね珪藻土が含まれたウレタンタイプの柔らかいバスマットです。しっかり吸水してくれますし、吸水力が落ちてきても普通のバスマットみたいに干してね乾かせばいいので、板タイプの珪藻土マットのように研磨したりする必要もないのでお手入れも簡単です。あとね板タイプの珪藻土マットだと結構ね冬とか冷たいので風呂上がりに乗るのがためらわれたりするんですが、この柔らかバスマットであれば冷たくないので冬のね風呂上がりっていうのもね安心です。お値段もお手頃なのでバスマットはねこちらおすすめです。バスマットもね毎日のお風呂上がりに使うものなので快適なものを選ぶといいんじゃないかなと思います。お風呂周りはこんな感じですかね。あとはおトイレのお話ししていきましょう。トイレはね毎日使うのでやっぱりねすぐ汚れます。トイレも簡単にきれいにするお掃除アイテムがいくつかありますので、こちら紹介してみます。トイレの中でもやっぱり汚れるのは便座だと思うんですけど、このね便座の掃除はこれ1本でだいたいきれいになると思っています。ルックのトイレルックです。これねめちゃめちゃ強力です。便座の内側に回しかけてしばらく置いた後、水を流せば擦ることもなく汚れがね綺麗に落ちます。ほんとねかけて水を流すだけでめちゃめちゃ綺麗になります。手間もかからないし磨くね労力とかもないのでね、便座掃除はもうこれ1本でいいんじゃないかなと思います。ただ結構放置してしまった汚れだったりするとなかなか落ちなかったりするので、これでも落ちないしつこい汚れがある場合はこちらもおすすめです。スクラビングバブルの流せるトイレブラシです。トイレブラシって便座を磨いた後にしっかり水ですすいでもなんかねこのブラシをスタンドに戻してトイレの床に置いとくのってねなんかちょっと気持ち的に嫌じゃないですか。でもこれはブラシ部分を付け替えることができるタイプになってるので挟んで使うんですけども、便座を磨いたらそのままねトイレに流すことができるタイプなので、磨いて汚れたブラシ部分はそのままトイレに流して、この汚れに直接触れていない柄の部分だけをスタンドに立てればいいのでね衛生的です。これだったらねちょっとその気持ち悪さっていうのもないんじゃないかなと思います。このね便座掃除はさっきのルックとこのねブラシがあればもう完璧だと思います。こちらもね使うことでおトイレが常に綺麗に保てて QOL が上がると思いますのでおすすめです。続いてはお部屋のお掃除アイテムいってみましょう。部屋に溜まるホコリの掃除はやっぱりねこれですね。クイックルワイパーのハンディタイプが使いやすいと思います。こちらはオールブラックのクイックルワイパーなのでホコリも見やすいですし、あとね見た目もかっこいいですよね。僕はこのブラックのタイプをずっと使っています。クイックルワイパーは使用頻度も高いのでぜひねこちら持っといた方がいいと思います。あとこのハンディワイパーと合わせておすすめしたいのがハンディワイパーのスタンドです。僕がおすすめするのは山崎実業のテレビ裏ハンディワイパースタンドです。これをテレビ裏のベサマウントのこのネジの部分に留めておけば、クイックルワイパーをテレビ裏の四角に隠しておけて、でホコリを見つけた時にテレビ裏からスッとハンディワイパーを出してスッと掃除してまたテレビ裏に戻すと、これを習慣化してしまえばいつもねホコリがない部屋でね暮らすことができます。テレビって部屋の中心にあることが多いと思いますので、ここにハンディワイパーがね隠されていると結構ね部屋のあちこちを掃除する時にもちょうどねいい位置にあるなという風にね感じられると思います。ホコリを見つけたら反射的にこれでスッと掃除ができる習慣がつくと部屋が汚れず快適に過ごすことができると思います。細かなホコリはこのねクイックルワイパーでいいと思いますが、あとね小さめなゴミなんかを吸い取るハンディクリーナーもあるといいと思います。でハンディクリーナーもねいろいろありますがおすすめはこちらです。アンカーのハンディクリーナーのユーフィーホームバッグ H11 です。アンカーのハンディクリーナーもこのチャンネルでは何度も紹介していますが、吸引力も非常に強いですし、フル充電したら13分持つので、うちだったらねコーヒーの粉とか植物の土とかお菓子の食べかすとかね、こういったね細かなゴミを散らかしたらすぐに吸い取るという使い方をするのであれば、うちだとね1ヶ月ぐらいはね1回の充電で持っています。このホームバッグ H11 いいのがケースをつけると立てて置いておくことができるので、収納場所も小スペースで済みますし、手が届くところに置いておけばすぐにこれでねゴミを吸い取れるので、これもね部屋をきれいに保つには必須アイテムだと思います。安心のアンカー製品でコスパも高いのでおすすめです。あと日々の部屋掃除はねやっぱりやらなきゃいけないと思うんですけど、これに関しては定番ですがロボット掃除機に任せてしまうのがいいと思います。日々の掃除の時間が自動化されることでかなりね自分の時間が作れますので、時間効率という点でもロボット掃除機の導入っていうのは考えてみてもいいんじゃないかなと思います。ただねハイスペックなものじゃなくてもいいと思います。安くてもねいいロボット掃除機いろいろありますので、僕がそんな中でおすすめするのはこちらです。アンカーのロボット掃除機ユーフィーロボバッグ 15C です。
以前 11S というのを僕は使っていましたが、それもね2万円以下のロボット掃除機なのにしっかりと部屋をきれいにしてくれて、もっと早くからロボット掃除機買っておけばよかったなとね後悔するぐらいにね生活がはかどるアイテムでした。今アンカンのロボット掃除機のエントリーモデルに当たるのがこの 15C だと思うんですけども、これもね2万円弱で購入できます。2万円以下で買えるロボット掃除機でありながら十分な吸引力で床をしっかりと掃除してくれます。あとねアプリ連携なんかもできるので掃除のスケジュール設定とかもできますし、アプリからね掃除のコントロールすることもできます。予算に余裕があるのであればもっとねリアルタイムマッピングといって部屋のね形をマッピングしてくれるとか、あと水拭きができるとかね、そういったハイスペックなものっていうのも考えてもいいかもしれないんですけど、正直最初はねこのエントリーモデルでも十分部屋が綺麗になると思います。あとこのロボット掃除機を導入することで部屋がね自動的に綺麗になるということ以外にも、部屋を自分が散らかさなくなるというね副次的効果もあります。ロボット掃除機は当然部屋が散らかってると移動できなくなってしまうので掃除効率が落ちてしまうんですけど、ロボット掃除機が悠々とね行き来できるように部屋の中をきれいに保つと、こういう意識が芽生えるので気を抜くと足の踏み場もないぐらいに部屋が散らかりがちな方にもおすすめです。僕も元から部屋の床にはね物を置かない、散らかさないようにするように心がけているようなタイプではあったんですけど、どうしてもねいろんなガジェットが増えてくるとケーブルですね、ケーブルがねあちこちに垂れてしまってたんですよね。でロボット掃除機ってケーブル結構天敵なので、ケーブルをね巻き込んでしまう危険性があるので、ケーブルをきれいにまとめて床に垂らさないようにするっていう心がけができるようになったので、こうすることでねさらに部屋がすっきりしました。なのでねロボット掃除機を導入することでどんどん部屋がきれいになってきます。あとねロボット掃除機ね見た目結構可愛いんですよね。ちょこちょことね一生懸命けなげにお掃除してくれてるね小動物みたいな感じで、なのでねペットが飼えないお部屋でもロボット掃除機を見ているとペットのようにね愛おしく見えてくると思うので、癒し効果もねあると思います。はい、そんなわけでロボット掃除機高価なものじゃなくてもいいので1台持っておくといいと思います。おすすめです。あとこれも持っておくといいですね。ルームスリッパです。僕も今履いていますけど、夏とか特にそうなんですが、裸足でフローリングを歩いたりすると足の裏の皮脂がフローリングについてベタベタしたりとか汚れたりやっぱりねするんですよね。このね皮脂汚れっていうのも結構床に溜まっていったりしますので、ルームスリッパを履いておけば床にね直接皮脂汚れがつくこともないので、床をねフローリングをきれいに保つことができます。なのでねルームスリッパもおすすめです。このねルームスリッパもいろいろありますが、おすすめはこちらです。ルームスのルームスリッパです。これこんな感じで見た目もおしゃれですが、つま先がねちょっと上にクッと上がっているのでつまずきにくく歩きやすいんですよね。僕が前使っていたルームスリッパとかだとつま先がねクッと上がってるわけではなかったので、部屋の中でね少しつま先が引っかかって足の指をねクッとやってしまうとかね結構あったんですけど、このルームスのルームスリッパはねそういったことがないので非常に歩きやすいです。あとねカラー展開もいろいろありますので、こちらねルームスのルームスリッパ、こちらもねおすすめです。はい、床関係はそんな感じですかね。あと新生活に導入するにはね少し値は張りますが、圧倒的にこれ持っておいた方がいいなと思うのが空気清浄機です。これはね結構必需品なんじゃないかなと思います。外から帰ってきたら何らかのホコリとかウイルス、花粉なんかをねまとって帰ってくることになるので、放っておくと部屋中の空気が汚れていきます。体に良くない物質なのに見えない汚れなので、綺麗にねしないでおくといつの間にか体にね影響が出たりします。実際僕も以前は空気清浄機を使っていない時期が結構ありましたが、そんな時にちょっとね気管の病気みたいなことにねかかったりすることも何度かありました。咳が止まらなくなったり、あとか目とか首とかがね痒くなってしまったり結構ねきつかったんですけど、その時ね全然空気清浄機のありがたみなんて考えてなかったんですが、その後ね空気清浄機導入したらそういったね症状がピタッとねなくなりました。収まりました。本当ね空気清浄機は使ってなかった人が使い始めたら使った瞬間から部屋の空気がね変わるのがわかると思います。スンとね森林の中にいるようなマイナスイオンみたいな綺麗な空気が漂ってるなって感じになります。なのでね空気清浄機ちょっとね高いですけどめっちゃ大事だと思います。個人的におすすめはこちらです。エレクトロラックスの空気清浄機の Pure A9 です。こちら空気清浄機能も非常に優秀で、フィルターの交換も手間いらずで2年ぐらいでねフィルターをそのままね丸々入れ替えればいいというやつなので、日々のお手入れが不要なんですよね。これがねめちゃめちゃ楽です。一応表面とか拭いたりとか必要なんですけど、フィルター掃除っていうのが不要なのでここがねすごい楽なんですよね。あと何よりねデザインがかっこいいです。北欧家具のようなスタイリッシュな空気清浄機です。
あとアプリ連携なんかもできて、アプリで空気の汚れをね、可視化してグラフでね、見たりすることもできるのでね、このエレクトロラックスのピュア A9 空気清浄機としてはね、めちゃめちゃおすすめです。空気清浄機、これもね、6万円ぐらいでちょっと高いんですけども、言ってしまうとね、新生活の中で第一に購入してもいいのはね、個人的には空気清浄機なんじゃないかな、ぐらいに重要なものだと思ってます。あと次はですね、部屋の中の冷房とか暖房とかの効果を高めるために必要なものを紹介します。これはサーキュレーターですね。扇風機ではなく直線的に風を送るサーキュレーターがおすすめです。部屋でね、暖房とか冷房をつけるとわかると思うんですけど、熱気は上に溜まって冷気は下に溜まるので、これをサーキュレーターの風で循環させることで室温が快適になります。寒い冬の部屋の中でガンガンに暖房をかけているのになかなか部屋が温まらなくて、足元がずっと寒いけど立ち上がると頭のあたりは暖かい、そんなね経験ないでしょうか。これが暖気と冷気が分かれてしまっている状態なんですけど、これがサーキュレーターで風を送って部屋の空気を循環させることで部屋全体が快適になるということですね。このねサーキュレーターがあることでかなりエアコン効率は上がります。サーキュレーターもいろいろ出ていますが、上下に首振りができるタイプのものがいいと思います。僕が使ってるのがこちら、プラスマイナスのサーキュレーターです。こちらもねグレーのボディでかっこいいし、首振りもちゃんとできますし、結構ね静音設計なので気に入っています。以前はヤマゼンのサーキュレーターをメインで使っていましたが、これもね良かったんですけど、ボディがね真っ白なので部屋に合わないなと思ってから植物に風を送るためのサブ機として使っています。なので部屋の目立つところに置くメインのサーキュレーターはこちらのプラスマイナスのグレーのサーキュレーターを置いて使ってます。サーキュレーターはいろいろ選択肢があると思いますが、これ1台あるとエアコン効率がぐっと上がりますので、導入をねおすすめします。はい、新生活の QOL を最速に上げるものということでいろいろ紹介していますが、もう結構なね数紹介したので、これ全部買っていたらかなりね予算を圧迫する感じになってるかもしれないんですが、ここからはもしまだ予算に余裕があるのであれば、買い足したらめちゃめちゃ QOL 上がるよというものを紹介します。まずはこちらですね、 Wi-Fi ルーターです。家に Wi-Fi を飛ばせるようになると QOL がめっちゃ上がります。元から Wi-Fi 環境があるお家ももちろんあると思うんですけど、いい Wi-Fi ルーターをちゃんと導入すればかなりね通信速度とかも上がってきたりしますので、 Wi-Fi ルーターも備え付けのものがね通信速度なんかに不満があるようであれば Wi-Fi ルーターね新しいものを購入するってこともね検討していいと思います。 Wi-Fi が部屋に通っていることで YouTube とか動画コンテンツのようなリッチメディアを通信量を気にせずに視聴することができますし、さらにこの通信スピードが速くて安定していれば動画なんかをね途切れることなく快適に視聴することができるようになります。もしテレビを持っているなら Amazon Fire TV スティックなんかを使えばテレビの大画面でコンテンツ視聴ができるようになりますし、パソコンなんかで作業をするにも Wi-Fi が安定しているとかなり作業効率が上がります。ちなみにうちで使っている Wi-Fi ルーターはリンクシスのベロップ AX MX5300 というのを使っています。もうこれね2年以上使ってますね。メッシュ Wi-Fi ルーターで、うちはねソフトバンク光のマンションタイプのファミリータイプギガスピードというのを契約してるんですけど、結構ね YouTube で大容量のデータをやり取りしたりするので、こういったねかなりスピードのあるものを選んでるんですが、今ねこれ iPhone Wi-Fi につないでるんですけど、これでねスピードテストのアプリがあるので、これでどれぐらいのスピードが出てるかチェックしてみましょう。スタート。はい、スピードテストアプリで見るとダウンロードが 513Mbps でアップロードが 261Mbps と、これぐらいのねスピードが出ています。かなりね快適なスピードが出てるんじゃないかなと思います。ここまでのスピードが出なくてもいいとは思うんですが、やっぱりね Wi-Fi が快適に飛ぶといろんなことができるようになるので、ルーターの購入っていうのもね検討してみていいんじゃないかなと思います。でこの Wi-Fi が飛ばせるようになると部屋のスマート化が一気に加速します。中でも音声アシスタントが使えるようになると、家電の操作からアラームとかニュースの取得まで一気にはかどります。音声アシスタントを使えるようにするツールとしては Amazon の Alexa とかありますが、個人的には Google ホームがおすすめです。僕が使ってるのは Google ホームミニという一番小さいものなんですが、もうこれでね十分だと思います。これに OK Google 今日の天気はとか話しかければ、現在は気温13度、晴れです。今日は予想最高気温14度、最低気温2度で晴れ時々曇りでしょう。こんな感じで即時に応答してくれます。こういう風に Google ホームに内蔵されている Google アシスタントに話しかけて今日の天気とかニュースとかを聞いたり、あとはねカップラーメンを作る時に3分測ってもらったり、あとは家電を操作してもらったりするなんていうこともできるようになります。同じようなことは Amazon の Alexa でもできるんですが、 Amazon の Alexa は
って言っただけで反応しちゃうんで煩わしいんですよね。端末名を変えれば回避できたりするんでしょうけど、うちも Amazon エコーがあるんですけど、 YouTube とか見ているとガジェット系 YouTuber の方とかがあれとか言うたびに反応しちゃったりするので、それでいちいちねあれ止めてとかいうのがね煩わしいなと思ったので、うちの音声アシスタントは全部ね OKGoogle で起動する Google アシスタントに一本化しました。本当ねガジェット系 YouTuber さんは OKGoogle とかあれとかねなるべく言わないようにしてほしいですね。そんな Google アシスタントを用意した後に買うといいのがこちら、スマートリモコンですね。うちで使ってるのは Nature Limo 3というのを使っています。家電のリモコン情報をここに登録することでアプリから家電をコントロールしたり、 Google アシスタントと連携することで家電を声でコントロールすることができます。アプリからもコントロールできるということは、屋外にね出ていても遠隔操作できるということなので、例えばエアコンとか家電をつけっぱなしで出てしまっていても外からね消すこともできますし、部屋にね着く前に外からエアコンを入れて部屋の中を温めた状態で帰宅するとかね、そういった使い方もできます。家電の操作のスマート化はやってみるともうね楽すぎて、リモコンを使ってた頃にはね戻れなくなってしまいます。それぐらい便利です。家電の中心にネイチャーリモを置いておくと生活がかなりはかどります。似たようなものでスイッチボットなんかもありますね。このあたりはね好みなんじゃないかなと思いますが、うちではねネイチャーリモを中心に使っています。あと電球もスマート電球にすると声で電気をオンオフしたり、スケジュール設定したり、指定の時間になったらね電気をつけたりとかできるので、こちらもおすすめです。僕がずっと使っておすすめしているのがプラススタイルのスマート LED 電球です。これは電球そのものがスマートデバイスになっているので、中間に挟むハブみたいなものがなくても直接これを単体でコントロールすることができます。うちもね Google アシスタントとこのスマート LED 電球をね連携しているので、音声で電気のコントロールをすることができます。やってみましょう。 OK Google 電気をつけて、はい、今ね後ろつきましたね。こんな感じで電気をつけることができます。もちろんね消すこともできます。 OK Google 電気消して、ありがとう。こんな感じで電球のオンオフを音声でコントロールすることができます。これもねめっちゃ楽です。このスマート LED 電球は電球の価格としては2000円超えするので少しね高いんですけども、普通の電球より長持ちしますし、 LED なので電気代もねかなり安く済みます。なのでね長期的に考えればかなりねコスパの高い便利な電球なんじゃないかなとは思います。あとこういったね白熱タイプの電球と、あとねエジソン電球というね中のコイルが見えてるタイプのもの、こういったものもありますが、うちはねこの両方を使ってますけども、どちらもね非常に使いやすいスマート LED 電球だと思いますので、こちらもねおすすめです。部屋をスマート化させる中で電球もスマート LED 電球にするのはねかなり QOL が上がると思いますのでおすすめです。はい、他にもスマート化できるもの、家電なんかねいろいろありますが、特におすすめなのはこのあたりですかね。あと QOL を上げるものといったら観葉植物なんかもおすすめです。部屋にねやっぱり緑があると気持ちがいいですよね。これフェイクグリーンでもいいんですが、やっぱりね有機的な本物の植物がある方がいいと思います。毎朝起きて植物の様子を見て水やりをしてとかね、こう育てていく楽しさもありますし、植物を置いて育てることでね気持ち的にも上がっていくと思います。あと部屋の中で QOL を上げていくものとしてはそうですね、体を支えているものなんかはね多少高価でも自分に合ったいいものを選ぶのがいいと思います。体を支えるものというのは例えばこのソファーであったりデスクチェアであったりベッドとか枕とかこういったものですね。どれもねいいものは結構いいお値段しますが、これらは QOL を上げるにはかなり重要なので購入検討してみてください。ちなみに僕が使ってるのはこのソファーはアイラーセンのストリームラインミニというもので、あとデスクチェアは岡村のコンテッサセコンダ、ベッドはコアラマットレス、枕はコアラリフレッシュピロー、こちらをね使っています。すべてね動画で紹介しているので、気になる方は概要欄にそれぞれの紹介の動画のリンクも貼っておきますので、よかったらねチェックしてみてください。これら結構高かったですけども、一つずつ集めていっておかげでね僕の部屋はどこにいても体が休まるような環境になりました。QOL を上げるには体を支えるこういった家具のチョイスっていうのもねめっちゃ大事です。こたつもどこにいてもかなり快適に寝ています。はい、こんな感じですかね。他にもねいろいろおすすめしたいものがありますが、ちょっとキリがないのでこの辺りをね押さえておけばいいんじゃないかなというところをピックアップしてみました。この辺り揃えていけると新生活も最初からかなり QOL が上がった状態で始められると思います。全部買い揃えるのは結構大変かもしれませんが、気になるものがあればねちょっとずつ買い足していくっていうのでもねいいと思います。すべてね概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひね購入検討してみてください。はい、そういったわけで今日は新生活の QOL を
を最速で上げるために買うべきものというのをね、まとめて紹介してみました。あと、新生活といえば、この前リリースした僕が監修したペットのお散歩バッグのパートートというね、バッグがあったんですけども、これの制作販売してくれたバックルームのサイトが新生活応援キャンペーンというのを開催するらしくて、パートートもこのキャンペーンで特別価格で買えるようになるらしいので、こちらもね、概要欄にリンクを貼っておきますので、気になっていたけどまだ購入されていない方はね、この機会にぜひお求めください。パートートもね、ほんといろんな方から好評いただけていてね、嬉しいです。僕も毎日使ってますが、自画自賛になっちゃいますけど、めちゃめちゃ使いやすいバッグができましたので、犬のお散歩バッグとして使っていただいてもいいですし、自分のね、カメラバッグとして僕使ったりすることもありますので、いろんな用途はあると思いますので、お散歩バッグにね、パートートをぜひ使ってみてください。こちらもよろしくお願いいたします。はい、そんなわけで、このチャンネルではこうした暮らしに役立つ情報をいろいろお届けしていますので、よろしければチャンネル登録をよろしくお願いいたします。あとね、ベルマークも押していただけたら嬉しいです。もし今日の動画が良かった、参考になったと思った方は、ぜひグッドボタンをよろしくお願いいたします。本日も動画をご視聴いただきありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。